はい、どうもです。今回はですね、こちら、黒胡椒大っていう食材ですね。ということで、まずはおかけ映像からご覧ください。さて、今日はですね、うわー、海荒れてんなーと思いながら素潜りをすることにしたんですけども、いやー、やっぱりね、荒れてる海は危ないですね。結局大したことはなかったんですけど、久しぶりにね、ほんの少しね、怪我をしました。はい、ということで影になってあんまり魚が映っていませんが、狙いを定めてヒット。マサル視点も見ていきましょう。ヒット。はい、ということでこちらは霞味ですね。で、この映像を見る限り海が荒れてる感じないんですけど、僕が普段潜ってるサンゴ礁はですね、ずーっと浅いところが続いて、いきなり10メーターとかの深さになるんですね。で、そのいきなり深くなるところがめっちゃ荒れてるんですよね。その深場に行く瞬間と上がる瞬間が危ないだけで、沖まで来てしまうと、あとはね、そんなに大したことないんですね。さて、せっかく荒れた海に来たわけです。何か面白い魚を取って帰りたいところ。水面から大きめの魚が見えたので、それを今追っていっているところです。魚がいる砂地は水深およそ20メーターほど。この日は息が続かなかったので、なるべく浅いところから打ちたいところ。それでは狙いを定めていきます。ヒット。魚は海底の穴を目指して一直線に潜っていきます。この深さで穴に潜られてしまうと回収はかなり大変でしょう。ここは力ずくで無理やり引っ張り上げます。最初の暴れはすごかったですが、あまりスタミナのない魚のようです。ここまで来ればもう大丈夫でしょう。ということでこちらの魚は黒胡椒鯛。何気にこの魚は僕の人生で初めて取りました。早速脳天締めをしていきます。そして心臓が止まらないうちに血抜きをしていきます。で、驚いたのがシャフトが魚の身を貫通してなかったんですね。皮一枚で繋がってたんですよ。回収できたのは奇跡ですね。さて、魚が取れたところで陸を見てみると、想像以上に荒れてることに気づきました。なるべく波が弱い場所を見定め上がっていきます。このぐらいの波でももはや体の言うことは聞きません。あとは波に身を任せます。なんとか上がることができました。おお、すいません。やばい、来るな。波に体をさらわれました。なんと岩の隙間に落ちてしまったのです。ここで波に揉まれるのはさすがに危うい。なんとか岸に捕まり上がることができました。2人とも多少のあざができましたが、なんとか無事に帰ることができました。やばい。はい、っていう感じだったんですけども、いやー、久しぶりにね、波に巻かれましたね。しっかりね、ここら辺、もう腰、打っちゃって、もうね、痛い。で、カメラマンは左足負傷してた。はい。まあ腰は痛くあるんですけども、今日はね、なんと黒胡椒鯛ですよ。初めて見たし、初めて撮った。めちゃめちゃ楽しみです。はい。ということでですね、早速、観察していきましょう。はい、こちらが黒胡椒鯛です。重さは 3.7 キロでした。生きてる時はこの白と黒の模様がはっきりしてるんですけど、死んじゃうとね、パッと見黒鯛みたいな見た目してますよね。で、この胡椒鯛特有のね、可愛い唇ですよ。可愛すぎないこれ。恋みたいだよね。可愛い。可愛い。あかんな。で、このね、背びれがね、半端ないんですよ。めっちゃめちゃ尖ってて、締める時にね、足にグサって刺さって、しっかり痛かったです。こんなに背びれが尖ってる魚なかなか見ないですね。皆さん、黒胡椒鯛触るときは、背びれめちゃめちゃ危ないんで気をつけてくださいね。ということで、早速、調理していきましょう。ということで、まずね、背びれ。これめちゃめちゃ危ないんで、切っていきましょう。久しぶりにね、背びれが足に刺さって、大変嫌な気持ちになりました。買って、これで盛り作れるんじゃないか、ワンチャン。ワンチャン盛り作れるぞ。本当に。カジキの角より硬い気がする。
あー、硬え。オッケー。全部硬いな、この魚。硬え。ここが一番硬いかも。切れた。はい、そしたらですね、切れ落とし終わったんで、すき引きをしていきましょう。すき引きでいけるか？硬え。一瞬で切れ味ダメになりそう。ちょっと待って。これダメかも。包丁が通らん。これ無理だ。マジか。そんなことある？今まですき引きができなかった魚なんて一匹もいなかったよ。いや、できはするけど多分無理だよ、これ。包丁の切れ味が持たん。もう切れんもん。無理だ。でもいけないこともないか。いや、いけないことあるな。無理だ。こんな硬い魚初めてだぞ。普通に落とそう。こういうね、パワープレイによる取り方はできるんですけど、めちゃくちゃ鱗飛び散っちゃうんだよ。噴水みたいになってるからね。こんだけ硬い鱗の生物がいるのに驚き。硬え。反対側。よし、洗おう。はい、それでは綺麗になりました。お腹の中を見ていくとしますか。いきます。肛門から内臓を傷つけないように包丁を入れていきましょう。硬い。こいつ硬いわ。全部が硬い。ハサミでいこう。硬っ。あれ？ちょっと待って、みんな開きやすいようにこのエラのところ外しましょう。すごいよみんな。これ内臓脂肪じゃない？めちゃめちゃ内臓脂肪乗ってるんだけど。うわ、内臓脂肪だ。動画出てるのは7月とかだと思うんですけど、今6月なんですけど、結構もう夏で脂が乗ってる個体なんてほとんど見ないのに。うわ、これも油？これは白子っぽいな。めちゃめちゃ内臓脂肪乗ってんじゃん。びっくりした。胃袋が見えないもん、内臓脂肪で。すごいことですよ。この時期で島で内臓脂肪乗ってる魚なんて普通いないですからね。で、これ緑の部分が胆のうで、これ肝臓も面白い感じしてますね。筋肉っぽい。肝臓の周り、油の膜みたいなの張ってますよ。これ脂肪肝なんじゃない？太りすぎだろ。ちょっと分かりづらいんですけど、ここ胃袋ですね。何も入ってないです。すごっ！ちょっと感動してます。そしたら、ここ、白いとこ浮き袋を手で取れるかな、これは。手で破って、血合いに傷を入れていきましょう。で、洗っていきます。はい、それでは綺麗になったところで頭を落としていきましょう。で、反対側。で、反対側も同様にやっていきましょう。で、ここですね、ここ、背びれが繋がってるんで、叩いて、落とす。叩いて、落とす。叩いて、落とす。いけた。3度目の正直。で、ここに関節があるんで、関節に包丁を入れていきます。よし。オッケー。取れました。可愛すぎる頭です。はい、そしたらですね、3枚におろしていきましょう。尻尾のここに切り込みを入れて、お腹から包丁を入れていきます。ちょっと鱗が残ってる。刃が通らない。で、反対側。今度背中から包丁を入れていきます。もう背骨に沿ってね、感覚でいきます。身が赤いですね。そしたらここ腹骨を外していきます。いけるかなこれ。相当硬いぞこの魚。よし、いけた。やべえ、ここに包丁入っちゃった。まあいいか、しゃあないな。そしたら反対側行きましょう。さっとやっちゃいましょうか。ここに包丁を入れて、で背中から包丁を通していきます。で腹側行きましょう。腹側も包丁を通して
つなげていく。このザクザク切っていきましょう。オッケー。赤いな、身が。半身はですね、友達にあげて、で、もう半身を久しぶりに昆布締めにして食べていこうかなと思います。こっちが人にあげるようですね。硬いな、本当に骨が。包丁が欠けそう。本当に骨が硬い。レバーで包丁を入れるところを作って、で、柳刃で突いていきましょうか。腹骨を。ダメだ、これ。取れないパターンだ。ここら辺でね、腹骨と皮くっついちゃってますね。めちゃくちゃ残るんですね、身が。ここもね、塩焼きとかにして食べたいですね。じゃあ、血合い骨をね、外しておきましょう。はい、そしたらこっち自分用。腹骨はレバーで外します。硬い。硬え。ですくときは柳刃。やっぱ無理か。ここまでだな。見てください、これ。お腹の肉、サシ入りまくってますよ。これ絶対うまいわ。で、これも血合い骨落としていきます。オッケー。さて、そしたらですね、皮を引いていきましょう。なんか失敗してる気がする。うまくいっててくれ。頼む。普通。うわ、でもすごい油。島でこんな油乗ってる魚見られるんだ。うわ、すごっ。このまま刺身で食っても全然うまいんだろうな。ちょっと刺身で食ってみようか。これ、うまそうじゃない？これ昔ね、リスナーさんにもらった醤油。うわ、うまそう。いただきます。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。びっくりした。うまいな。どうしよう。うまいぞ。なんかね、やっぱ南国だから、こっちの魚って、刺身だとね、味気ない魚が多いんですけど、めちゃめちゃ味あるし、油の旨味もすげえ。これはうまいぞ。ちょっとびっくりしたよ。めちゃめちゃ美味しいです。ただでさえうまい黒胡椒ダレにさらに一手間加えるわけですよ。用意するものはですね、こちら昆布と料理酒です。そしてラップ。まずね、ラップを敷いていきます。まずラップを敷きます。で、昆布をね、敷いていきます。なんで昆布で締めるとうまいのかっていう話なんですけども、昆布にはですね、グルタミン酸っていう旨味成分が含まれてまして、で、魚の旨味成分、イノシン酸と相乗効果をなして旨味が爆発するって言われてるんですね。つまり、魚と昆布を合わせると、科学的にはですね、旨味の掛け算がね、起こるって言われてるんですよ。ただの足し算ではないみたいなね。すごくぼんやりと言ってますが。で、さらにですね、昆布に挟んで締めることによってですね、これ昆布ね、パリッパリに乾燥してるでしょ。これ料理酒塗ってます。昆布がですね、魚の水分を吸って、水分が抜けた分、魚の旨味が凝縮するんですよ。つまりうまくなるんですよ。とにかく。ちょっとね、僕は生物が好きなんで、科学的観点でね、攻めたくなるんで。いいねで、昆布はね、ちょっと塩気があるんで、ちょっと塩気の効いた刺身にはなりますよね。どちらにせよですね、僕、昆布締めめちゃくちゃ好きです。めちゃめちゃ美味しいです。おすすめです。かなりね、これはね、マジでみんなにおすすめしていいと思う。めちゃめちゃ美味しいから。もう料理酒塗るのめんどくさくなってきた。塗らなくていいや。めんどくせえわ。オッケーで、このままだと空気に触れてね、酸化して匂いが出てきちゃうんで、なるべく空気を抜いて保存していきます。だいたい半日ぐらいかな。はい、それでは半日後。はい、ということで半日経ちました。今日はですね、昆布締めのお茶漬け的なものをね、作りたいんですけども、出汁はですね、せっかく魚のアラがあるんで、魚のアラから出汁を引いて、それをね、使ってね、やっていきましょう。魚尽くしの茶漬けっていう感じね。お茶は一切使わないんだけどね。はい。ということで、やっていきましょう。はい、それではですね、これ、背骨をね、利用していきます。実は魚って背びれ側から伸びてる骨と、背骨側から伸びてる骨、2つでここ構成されてるんですね。ここをね、切り取っていきます。硬いな、これ。ハサミでいこうかな。このハサミ動画で、どこに売ってるんや、なんていうハサミなんやっていうのを聞いて、リスナーさんがね、教えてくれたんですよ。で、そこのサイトで買おうとしたら、このハサミが1000円ぐらいかな。で、それに対して送料が2500円って言われて、
やめとくって言って、買うのやめちゃったんですよね。でも今まだね、買うか迷ってる。なんかさ、本体より送料の方が高いって嫌じゃない？めちゃくちゃ嫌なんだけど俺。離島に住んでるとですね、マジでね、送料問題はね、すごいね、深刻です。買った方がいいんだろうけどね。よいしょ。この脊髄から出汁が出るように割っときますか。できる限りね、髄液を出してやりましょう。魚の髄液もうまいのかな？ちょっと俺これ知らないです。でもうまそうなんでやってます。やっぱ豚骨とかさ、髄液を出して作るじゃないですか。魚もうまいと思うんですけども、どうなんでしょう。はい、OK。そしたら一旦こちら臭み取りで霜降りをしていきます。セット。沸騰したお湯にくぐらせていきます。表面だけ茹でることで臭みが取れるんですよ。これ結構重要です。これやるかやらないかでマジで変わるんで。 OK。 ほら、臭そうな汁でしょ。はい、そしたらこっから出汁を取っていきます。魚の出汁いいですね。セット。じゃあ茹でていきましょう。沸いてきたぞ。結構アクが出てきたな。うわ、でも油もだいぶ浮いてる。よし、出汁はこんなもんでいいかな。さてさて、昆布締めを開けてみますか。うわ、いい感じじゃないこれ。見てみましょう。さて、オープン。うわ、ネバってしてるのは腐ってるからじゃなくて昆布の粘りですね。恋団でしたっけ、昆布の粘りって。名前だけ知ってます。そう、だいぶ乾燥してるの分かるんじゃないかな。結構ね、水分吸われるんですよ。いいわ。じゃあ持っていきましょうか。ちょっとでかすぎるんで一口サイズに切っときましょう。こんぐらいかな。んで切っていきます。ダメだ、昨日鱗のすき引きしたから包丁が全然切れない。でこれをご飯の上に乗せていくと。はい、ちょっと全く切れないんで牛刀でいきます。牛刀の方が切れると思う。いいね、めちゃくちゃいい感じです。さて、そしたら出汁入れていきましょう。で最後に刻み海苔のせときましょう。いいでしょう。そしたらですね、シンプルな刺身も切っておきましょうね。刺身は平作りでいきましょう。ちょっと気に入らないな、この角度が。オッケー。はい、それでは完成しました。黒胡椒鯛の魚尽くし茶漬けとお刺身ですね。それでは食べてみましょう。ちょっと味なさそうなんで、ね、塩入れました。はい。さてさて、食べてみますか。めちゃめちゃ魚がうまい。だしともよう合うわ。ただ味が全然しない。やっぱ塩ちょっと振ったけど、塩忘れたなーってめっちゃ思ったよ。なんか素材がうますぎて普通にうめえ。うまっ。追い塩しました。うまっ。こらうまいわ。魚自体が油ものすごい乗ってて味も濃くて、さらに昆布の旨味まで追加されてるから、まあ言ったらかなりこってりした味になってるんですけども、それをですね、上品な魚の出汁と海苔でなんかもう綺麗に包み込んでる。めちゃめちゃ美味しい。じゃあ昆布締めそのままいただきますね。いただきます。味濃いなぁ。うまいわ。でもね、やっぱりそのままだとさすがになんかこってりしすぎててちょっとしつこいかなって感じはある。なんでちょっと今回は柚子胡椒をちょっとねつけて、これで食べてみようと思います。いただきます。いいね、美味しい。はい、それではごちそうさまでした。いやー、ちょっと黒胡椒鯛うますぎるな。びっ
くりした。島で食べた刺身の中で、ダントツで一番うまかった。めちゃめちゃうまかったですね。最後にお知らせなんですけども、オンラインサロンマサルの漁業再生日記ではですね、島の漁業を再生させていくまでの僕の奮闘の様子をですね、毎週発信しております。普段見られないようなゼロからの事業の立ち上げの裏側を見れてめちゃくちゃ面白い内容となっておりますので、興味がありましたら概要欄の URL からぜひぜひ覗きに来てみてください。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは、